皆さんこんにちは。いろいろな街を歩いて紹介する気ままに旅行記バーチャルツアーにようこそ。今、ストリートカーのケンジントンマーケット駅で降りたところです。今見ているのはチャイナタウンのエリア。ここからこの道を進んでいくとトロントの観光地の一つケンジントンマーケットがあります。では、ケンジントンマーケットまでジャンプしましょう。着きました。ここがケンジントンマーケットです。ではこれから南側に向かって歩いていきます。このオックスフォードフルーツが目印です。では早速ですが前回クイズの答えです。現在のダウンタウンのチャイナタウンは以前誰が住むエリアでしたか？答えはユダヤ人です。その名残はここケンジントンマーケットに残っています。ユダヤ系の人々が自宅前に露店を構え、近隣の人々に商品を販売し始めたことでマーケットエリアへ発展していったようです。ウィキペディアによると、11種エリアとしてこの辺りは知られるようになり、1920年30年代はケンジントンマーケットのエリアに約6万人のユダヤ人が暮らしていたようです。このエリアは建設当時から変わらない1880年代から1960年代の多種多様な建築様式とその街並みが残っています。このビデオを通してそういう昔ながらの街並みを楽しんでいただけたらと思います。面白い壁がありますね。このように目に引くペイントアートも多く独特な雰囲気を作り出しています。ケンジントンマーケットは古着屋がたくさんあります。古着のメッカとして知られています。また、インドやチベットなどから直輸入されたエスニックアイテムもあります。古着にしろ、その他のアイテムにしろ面白いものがたくさんあるので、旅行でトロントに来られた時はここでお土産を探してみるのもいいかもしれないですね。旅行で来るときはなるべく明るい時間に来た方がいいと思います。ここにもマリファナのお店がありますが、暗い時間になると特にマリファナ臭がプンプンしてきます。今もどこからか漂ってきています。では、いろいろなお店を見て回りましょう。ここはオーセンティックベルギアン、つまり本物のベルギー料理のお店です。本物とはベルギーの方が経営しているのでしょうか。ここにタコスのお店があります。ここは繁盛しているみたいですね。ちなみにこのビデオ、ロックダウン入り前の12月末に撮影しています。2022年1月現在、レストランでの店内飲食は禁止されています。あそこにヴィンテージ店があります。このように年代物の洋服屋さんがたくさんあるのがケンジントンマーケットです。シーキングは魚屋さんです。マーケットだけに八百屋さんやお肉屋さん、魚屋さんなどいろいろなお店があります。なんとなく日本の商店街を思い出します。6×8 マーケット。何でも70以上の地元のアーティストやクリエイター、起業家たちの作品をシェアしている場所のようです。こういうところで掘り出し物が見つかるかもしれないですね。いい音楽が鳴っていますね。あそこのモザイクワールドはハンドメイドのライトやキャンドルを売っているお店のようです。外から見た感じ、綺麗な商品が並んでいますね。その向かいには The Dirty Bird Chicken Waffles というワッフルのお店があります。しかし、なんで汚れた鳥のチキンなんて店名にしたんでしょうかね。これはワッフルチキンバーガー？ボリュームもありそうだし、美味しそうだ。なんか、面白い壁アートがあります。あそこのエグザイルはケンジントンマーケットの人気な古着店です。黄色い看板がなかなか目立つお店です。ここにも洋服屋さんがあります。ここにもヴィンテージのお店があります。お隣にはバタフライ。名前はバタフライだけど看板に蜘蛛の巣が描かれています。捕まえる気でしょうか。あそこにあるマネキンが気になります。一応 Google マップが言うにはアクセサリーショップらしいです。お向かいには洋服屋さん。そして隣も洋服屋さんです。さすが古着屋のメッカと呼ばれるだけはありますね。ここに洋服屋さんが集まっています。んでもってちょっと歩いた先にも洋服屋さん。オールド&ニューとあります。古着も新しいのもあるのかな。ビデオから外れてしまいましたが、その隣のキングオブケンジントンってかっこいいですね。なんせキングですからね。さぞよろしいものを売っているのでしょうね。カレッジマイラブだそうです。日本語だと愛を励ますでしょうか。洋服への愛を引き起こしてくれるのでしょうか。ラストテンプテーションというレストランです。ちなみにテンプテーションとは誘惑という意味です。
ラストテンプテーションだと最後の誘惑？ここが美味しすぎてもう他のところには行けないという意味かな。古着屋のメッカというだけにここには多くの洋服屋さんがありましたね。では戻りましょう。あんなところにモナリザ発見。ケンジントンマーケットは壁アートも多くあるので、それも見どころの一つです。このハウス・オブ・モーゼスは1992年にオープンした家族経営の雑貨店のようです。フェアトレードといって発展途上国で作られたものを正規の値段で買い取って発展途上国の生産者を助ける取り組みのもと取引されたものを利用しているようです。発展途上国で作られたものは安値で取引されて生産者たちを搾取しているので正規の値段で取引することで発展途上国の生産者たちの自立を助けているんですね。ジミーズカーフィーという喫茶店です。ケンジントンマーケットにはおしゃれなカフェやレストランもたくさんあります。ここリーダは自然食品を扱ったお店です。そしてあそこは魚屋さん。ここは古着屋さんです。あれ？ここ通りましたかね？なんか迷子になってしまいました。まあ、フラミンゴには来た記憶がないので近くで商品を見てみましょう。どうです？今度ケンジントンマーケットに来て古着店を巡る旅をするのも面白そう。Spread the love 愛を広げる。素敵なフレーズですね。ここはアブーフムスというフムスのお店です。フムスというのはイスラエルやトルコなどの中東地域発祥の料理で茹でたひよこ豆をすってオリーブオイル、ニンニク、レモン、胡椒などを混ぜてペーストしたものらしいです。ググりました。すみません。途中でジンバルの電池が切れてしまったので変なところで動画が切れてしまいました。今日は寒かったのでジンバルの電池が切れるのも早かったのでしょう。充電器持ってきておいてよかった。明るい時間に来た方がいいと言いつつ夜の雰囲気も賑わいがあっていいですね。昔ながらの雰囲気というか異国情緒あふれる街並みが素敵です。スタート地点の八百屋さんです。次はこの道を歩いてみましょう。ここにも古着屋があります。その隣のブゲルっていうものかは知りませんがベーグルのお店です。木をくべた窯で焼いているそうです。ここがブルーバナナです。ケンジントンマーケットおすすめと検索すると出てくるであろうギフトショップです。何か掘り出し物も見つかるかもしれません。ということでちょっと中を覗いてみましょう。たくさんの商品が並んでいますね。例えばここに多くの香辛料があります。そしておしゃれなカップやポットもあります。ここにあるのは赤ちゃん用の道具ですね。カナダが描かれたカップやバッグがあります。たくさんの小物やアクセサリーもあります。なぜかアンパンマンがここに。シールも種類が豊富です。お子さんがいる人にはいいかもしれないですね。こんなところに招き猫がおる場合、これはソースかな？種類が豊富ですね。そうっすね。もちろんメープルシロップもあります。では今日はここまで。ケンジントンマーケットはいかがでしたか？おしゃれなレストランやカフェがたくさんありましたね。古着屋のメッカと言われるだけに多くの古着屋店がありました。お店もたくさんあってお土産探しにはもってこいの場所ですね。チャイナタウンに隣接しているのでチャイナタウンを散策した後でここでお土産探しやお茶をするのも良さそうです。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタンを押してね。通知をオンにするのも忘れずに。コメントしてくれたら嬉しいな。チャンネル登録はもうしとうと？もうしとうと。ありがとう。最後にここでクイズです。ここブルーバナナがオープンしたのは何年のことでしょう？1、2004年。2、2005年。3、2006年。4、2007年です。答えは次回ビデオで。インスタグラム、ブログでトロントの紹介もしています。概要欄に貼っているのでよかったら見てみてください。トロント留学に興味のある人の相談にもメッセージで受けています。ということで、じゃあね。バイバイ。